何試されてんの俺。世界的にこう聖地化してて、うん。日本に集まってこう外人さんがうろうろうんリフトするっていう形で、トヨタのマーク2で400馬力ぐらいの馬です。走るコースは、スクールコース、北コース、峠コース。一周は普通にケツから上空からこう上からこうついていって、微妙にあれですよね、ガラス湾曲してますよね。福島県恵比寿サーキットにやってきました。坂を下るとサーキットっぽい景色。でニレコも運転しながら超困惑してます。車庫入れのなんか番組を自分でやるみたいになってきたんだけど。何試されてんの俺。でもなんとか通過すると目的地。すいません、ドリフトタクシーの予約してましたニレと申します。はい。お願いします。D1 グランプリとか知ってますか？あんま知らない。D1 なんか女性のなんか有名な人が YouTuber、そうの動画はちょいちょい見てます。本当ですか？はいはいはい。ドリフト自体が日本のこう峠族が始めた車遊びなんですけど、それをサーキットでこうやり始めたのが恵比寿サーキットなんですね。もともとは峠の走り屋しか、日本の峠の走り屋しかドリフトってやってなくて、車を滑らせて遊ぶんですけど、スピードじゃなくて遊んでるんです。それを競技にして、サーキットで走るようになったのが恵比寿サーキットが発祥で、恵比寿サーキットは今こう来ていただく途中に車いっぱい置いてあると思うんですけど、あれ海外の車なんですよ。で世界から、日本発信のモータースポーツなので、世界的にこう聖地化してて、日本に集まってこう外人さんがうろうろリフトするっていう形です。さっきもなんか保険に名前書いてる人なんか外人多かったですよね、えらい。そうですね。先週も2000人ぐらいいたんです。ちょうどいなくなってみんな帰った後なんですよ。帰った後で。先週はめちゃめちゃ大きなドリフト祭りっていうイベントがあって、で、イベントがあったんですね。っていうような、そこが他のサーキットと違う部分がそこですね。あとはコースいっぱいあります。ドリフトし放題なんですね。ドリフトできるコースはドリフトし放題。この D って書いてるところが大体ドリフトし放題。D1 グランプリのなんか試合選手権っていうのはここでしかやってないんですか？いろんなサーキットやってます。いろんなサーキット転戦する形で、福島であったり、F1 みたいな感じで。東京であったり、日本国内で転戦するっていう形です。それの始まり D1 グランプリの最初が恵比寿だったって。あと特徴的なのはもう一つありましたね。動物園と一緒にみたいですね。経営をしてまして。夏のサファリパークも恵比寿サーキットのグループなんですよ。サファリパーク、あと岩手もね。で、サファリパークを運営している会社の中に一部恵比寿サーキットがあるみたいな感じです。ご家族で来てもお父さんは走ってお母さんはっていうパターンも実際に。なるほど。元の会長がどっちも好きでっていう話なんですけど、動物もここにオレンジで置いてある止まってる馬力で、トヨタのマーク2で400馬力ぐらいの馬です。流れとしては、コースを通常のコースだとご要望いただいていいんですけど、通常のコースだと全部ご説明しながら回ります。東コースからスタートして最初西に行って、そのままずっと帰ってくる形でスクールコース行ってスライドバック行って北行って峠行って最後東まで帰ってくるんですけど、でも、全部行くんですけど走るコースは、スクールコース、北コース、峠コースを走ります。それ以外は基本的には走らないような形になります。ただ行って、こういうコースですよっていう説明をさせていただきます。で、今日なんですけど、
事前にこう撮影をされたいってお伺いされてたので、そうですね。通常のコースはこの形なんですけど、例えばこう撮影をしっかりしたいっていうことであれば、この西コースの案内はなしにして、スクールコースでちょっと時間を長く撮影するとか、北コースでずっと撮影を長くするとかっていうのはありなんで、時間内であれば全然大丈夫なんで、でタイヤの余る限りであればできるんで、言っていただければという形ですが、いかがでしょうか。そもそも、なんか事前にご相談してたのは、ドローン飛ばせますかっていうのは伺ってたんですね。で、なんか他に、なんかレーシングの練習かなんかしてる人がいなければ、いいですよっていうことだったんで、45分別に丸々それに使わなくていいんですけど、なんかどっかでなんか10分ぐらい、僕一人だけ降りて、なんかその、コースを走ってる車の様子を、なんかこう上から撮るとかしたいんですね。そういうのってそもそもまず可能ですか、今日は。撮りやすいのはスクールコースで可能です。スクールコース。コンパクトなんですね。コンパクトで上に障害物がないんですけど。いいですね。その次は北コースで、こっちも撮れるんですけど、こっちには今度木がこう、あるようになってそれはちょっと怖いですね、いきなりは。峠コースが一番めちゃめちゃ木があって、多分不可能に近いのかなっていう感じです。なるほど、なるほど。っていうことであれば取りやすいのはスクールコースかなっていう感じなんですけど。どうでしょうか。一旦じゃあスクールコース、ドローンってそんな大きなもんじゃないんですよ。で、一旦持っていって、なんか試し撮りするみたいな感じですかね。僕もなんか乗ってる時間も欲しいんで。となると、やっぱり西コースが見たいですか？特にブーンと乗ってて案内するだけなんですよ。省きますと、ここは飛ばせはしないんですかね？ここは走らないのと、あとはドローンは今日は飛ばせないです。なるほど。なので、ドローンとかやられるなら飛ばしてもいいのかな。タクシー終わった後、実際見に行っていただければ大丈夫なんで。そしたら案内は西はなしにしていただいて、で、B3、このスクールコースですかね。に行かせていただいて、で、撮りながら走る。そうですね。息子だけ乗って、で、僕はドローンで上から撮るとか、なんか追走するか、なんか隙があったらなんか正面から撮るとか、待ち構えて撮るとか。わかりました。70。60から70。一番マックス70で、ドリフトしてる最中は40キロぐらいです。ストレートだと置いてかれる可能性があるってことですね。やってみないとわかんないな。走るコース取りは、まずこの辺りでちょっとウォームアップをします。くるくる回ります。くるくる回ったり、8の字をしたり、ウォームアップします。お客様のウォームアップにもなるんですけど、こんな感じで、ドリフトってこんな感じですよっていうのをやらせていただいて、その後スピードを出しながら、ここをこう回ります。外周をぐるぐる回るよと。これで、1セット終わりで、ここで帰ってきます。コースのその外周の外側ってなんか柵とかめちゃめちゃ高い、なんか要はドローンが衝突しちゃうとまずいような、なんかってありますか？こっち側は開けてて、こっちの側は山肌です。山になってるね。なるほど。土壁がずっと、断崖が。なるほど。近寄りすぎるとぶつかる。そういうことですね。じゃあ、やったことないんでわかんないですけど、とにかく一周は単に普通になんか8の字とか、ウォームアップしてる間とか、こう、一周は普通にケツから、上空からこう上からこうついていって、で、2周目は、ケツからついていくんじゃなくて、なんか先になんかこっち側行って、最後のストレートとかなんかこのカーブとか行って待ってるとか、なんか考えようかな。まあ、やるだけやってみますか。で、車内にいるときに、これで撮ってもらうんですが、なんか喋りながら走ったりとかされます？ドリフトしますよ、みたいな感じで。ずーっとは喋ってないんですけど、要所要所ではします。ちょっとじゃあ、これをつけていただくってできます？これマイクなんですか？できるんですけど、邪魔にならないところに。大丈夫ですよ。できますよ。YouTube かなんかやらない？そうです。
で、ドローン飛ばしたりとか、はい。ダイビング映像とか、ダイビング映像出ました。うん、スキューバダイビングとかやってるんで、そうですね。ので、ちょっといい機会なんで、いろいろやってみたいなと思ったら、この間めちゃめちゃなんか、最初の予定日は雨が降ってたので、はい。お願いして延期していただいたという。はい。そうなんです。ビビりましたね。なかなか、一番の難所というお客さんたどり着けない。どこ連れてかれるんだろう。やばかったです。このコースの難点上をコースが走ってるからってこと？そう。大体サーキットってこういう構造なんですよ。はい。立体交差でね。そう。中にあるんですけど、それがあまりに小さすぎる。普段は、うちの道が開くんですよ。はい。走ってる時間以外に。皆さん、朝来られて、入って、で、あんな風に車止められて、で、最後、走り終わったら開くんで、帰るっていう感じです。だから途中の出入りをあまり気にしてなかったっていうのと、いよいよ車へ移動します。ちなみにですけど、吸盤で窓ガラスになんかカメラを固定とかってできます？大丈夫ですよ。あれ？吸わないな。微妙に、あれですよね、ガラス湾曲してますよね。してますね。だとすると、一番まっすぐなの、ここもありだろうし、そっちよりこっちなんですよ。ドアが湾曲してるんで、ここはどうでしょうか？こうつけたっていいですか？あ、でも多分平らじゃないから、なんか盛りそうな予感。硬い？ギュッてやってからやった方がいいんですか？